カニカでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。何やら青い包みに入った巨大な魚ってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。長い魚。っていうことでね、ここに長細くて、僕の腕ぐらいの太さのお魚がいます。これ僕中身知ってるんですけど、これすごいです。もったいぶらずに開けていきましょう。さあ、出てきましたよ。すごいな。ネズミ色のボディが出てきました。なんだこれは。すごいな。はい、こちらがですね、1尾 3.7 キロもあるマアナゴです。黒アナゴだったらこのサイズ感ってちょいちょいいるんですよ。ただ、これマアナゴなんですよ。お寿司屋さんでアナゴの握りとかで使われるあの種類のアナゴです。それがここまで大きくなるんですよ。やばくないですか？この体高といい、この厚みといい、そしてこの脂の乗り、真っ白ですよね。めちゃくちゃうまそうなんですよ。ちなみにこれも内臓もエラも全部取ってくれてあります。生きてる状態はね、こんな感じで。で、お腹はね、こういう感じ。卵も入ってましたね。すごいアナゴが入りました。だいたいマアナゴっていうお魚が、1年生で15センチ、2年生で30センチ、で、3年生で35センチ。で、4年生で40センチぐらいになるんですって。こいつ絶対1メートル以上あるんですよ。10年近くもしかしたら生きたんじゃないかなと思います。今日はありがたくいただいていきたいと思います。そうしたらね、こんだけ大きいもんで、どうしような。すごく迷うんで、とりあえず、さばくだけさばきます。料理はちょっと考えながらやらせてください。煮アナゴにしちゃちょっと大きすぎるから、味が入りにくいと思うし、薄く切って天ぷらもいいけど、どうなんだろうな。骨とかが気になるんじゃないかなとか、いろんなことね、考えちゃうんで、ちょっとまず一回おろしますね。いや、ワクワクしますね。こういうさばいたことない魚は。いや、もうこのサイズはもう目打ちいらないと思います。お腹も血も抜けてるんで。なので、頭落としちゃって、そしたらもうじゃあこっから三枚おろしの要領で、こういきますか。うわ、すげえ弾力半端ないな。ピロッと、おー、綺麗な身だな。で、次、腹骨の方を断ち切っていくと。この背骨の上ですね。ここに刃を通していくと。意外にね、柔らかいですね、骨は。サク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 切れます。はい、こんな感じ。よしよしよし。開きっていうか、三枚おろしの方がいいな。絶対三枚おろしの方が扱いやすいんで、三枚におろしていきます。はい。肩身下ろせました。長いな。そしたらこっち側も骨を取っていきます。アナゴの骨でこの太さですよ。僕の指より太いですからね。どういうこと？で、ここら辺まで来たらちょっと角度が変わるんで、角度を変えて、はい、こんな感じ。そしたらヒレの骨を取って、ちょっと半分に切りますか。半分に切った方が扱いやすいと。で、こっち側のヒレも外しちゃいます。このね、ヒレのところに結構強めの骨が入ってますんで、これを取ってしまいます。さすがにこんだけ大きいとね、骨は絶対外さないとめちゃくちゃ気になるんでね。でもこれね、僕さばいてて思うんですけど、刺身でも絶対にうまいですね。油テッカテカなんで。これ血も全然回ってないので、刺身もいっちゃおうかな。で、アナゴの血には毒があるって言われてますんで、なんで、アナゴ刺身で食べたい方はね、専門のお店に行くか、ちゃんと知識のある人にやってもらうかしてくださいね。うまいんですよ、アナゴの刺身って。じゃあ、腹骨をすいちゃって、よっと。こんな感じ。よし、だんだん綺麗になってきましたよ。そしたら、ここにもちょっと骨がついてますんで、ここも外すと。で、背びれの骨も外しちゃうと。よし。はい、じゃあこんな感じでとりあえずいけたので、あとは骨を探していくと。まずこの真ん中に骨が入ってますね。真ん中の骨を V 字で外しますか。この背骨の延長みたいなもの。これを外すと、ここですね。これ、ちょっと硬いので、これ外しちゃいます。ここに骨があるな。めちゃくちゃ。ここに、背骨の方に骨がいっぱい入ってる。これどうやって抜くんだろう。これね、難しいぞ。
この片身は変落ちにあげますか。今日はこれを使っていきましょう。まずこれ2箇所骨が入ってます。ここに1本とここに1本。こう入ってますね。ダダダダダダダッと。なんで、まずここから抜いていきますか。よっと。これ骨ですね。うわ、これ抜き抜く。なんかね、掴めそうで掴めないんですよね。なんだこれ。あ、でもやっぱここ中に入ってるな。ここの、これ。これ、ほら、見ましたこれ。こんな骨がね、いっぱい中に入り込んじゃってるんですよ。これをどうやって抜くかなんだけどな。この断面から見えてるとこだったらこうやって抜けるんですけど、多分これ中にもすげえ入ってると思うんですよ。お腹側にも入ってますね。ここにもあるわ。ほら、こんな長い骨が。1、2、3、4。あ、ここにもある。7。これ骨切りした方がいいんかな。一応ね、ここは抜けました。多分骨の長さ的に、ここぐらいまで入ってるんですよね。なんで、ここら辺まではもう抜けてると思うんですよ。ここら辺。なんで、ここで1個落としちゃいますか。抜けきれてなかったな。こっち側からも抜いていくと。ほら、めっちゃ入ってるわ。でも、せっかくだから骨切りとかしたくないんだよな。もう純粋そのままの穴子のふわふわの身を食べたいんで、ちょっと手間はかかるんですけど、このぐらいの切り身にしては抜いていくってことをやってった方が良さそうですね。これでも完璧にないですね。こっち側からも、こっち側からも抜いたんで。なんで方法としては、こうあります。まず断面、ここのお腹側に、ここに、こう触るとね、トゲッとするんで、トゲッとしたらピンセットで掴んで抜くと。1本。で、もう1本お腹側に入ってるんですよ。で、2本抜きましたと。そしたらこの背中側に、1、2、3、3本すごい鋭いのが入ってます。1本、2本、3本。あ、ここにもあるな。4本あるな、背中側。お腹側2つ、背中側4つですね。で、これ切れたらここら辺で切り落とす。で、こっち側向けて、こっちからも抜いていくと。1、2、3、4と。こっち側からは抜きやすいですね。で、腹側は、ないですね。これでもう骨のない状態ですね。すげえ地道な作業ですけどやっていきますか。でもここら辺までになってくると、腹の方の骨がなくなって背中だけになってきましたね。1、2、3、4と。4本抜けたら、切る、反対向ける。腹ないな。背中の方だな。背中の方のここです。ここら辺。ちょうど中間のあたり、ここに1、2、3、4入ってます。これを抜いていくと。でもさ、こうやって手探りでいろいろ探りながら魚さばくのってほんと楽しい。骨もね、抜きやすくなってくる。この真ん中に行くにつれて。この綺麗に1本ね、シュッて抜けた時のこんな長い骨入ってるんですよ。こんな長い骨。でもね、逆にこのぐらい大きい方が、骨が大きいので、抜きやすい。だから扱いやすいのかもしれませんね。なんで1キロとか2キロぐらいのやつの方が、逆に扱いにくいかもしれないですね。あとはこの味が気になるところではありますよね。果たして美味しいんでしょうかね。はい、こんな感じに骨が抜けました。多分ね、これ触った感じ、もう骨ないっす。わかりますかね、このふにゃふにゃ。背中の方もお腹の方も。もう少しもね、違和感ないので、完璧に骨が抜けたと思います。そしたら問題この尻尾の方ですよね。多分ここら辺までは同じやり方で通用するんですよ。で、この尻尾のところ、ここめちゃめちゃ複雑に骨が入ってるんですよ。もう骨だらけですね。なので、ここだけは、ちょっと骨切りしましょうか。はい、こんな感じに出来上がりました。そしたら料理何にしようかな。1日考えます。おやすみなさい。はい、というわけで1日経過しまして考えました。実際これ動画外で塩焼きにしてちょっと食べてみたら結構弾力があったんです。で、弾力もあったんですけど、旨味もすごかったんですよね。めちゃくちゃうまかったです。味はね、穴子っぽい味はするんですけど、いつも食べてる穴子とは別物のお魚ですね。ここまで身が厚いと。なので、今日はこれ、ふわっふわに煮て、超分厚い煮穴子を作っていきたいなと思います。で、これ煮上げたら、で、今日はね、甘い爪も作って、その煮穴子に爪をかけていただいていきたいなと思います。で、ものすごい弾力があったので、今日はね、圧力鍋で煮ていきたいと思います。穴子を圧力鍋で煮ることなんかないですよね。でも多分ね、普通にこれコト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 煮てたら、かなり時間かかると思うんですよ。ほんで、圧力鍋で煮ることによって、もし骨が残ってたとしても、最悪ね、食べやすくなるんじゃないかなと思いまして、今日はね、物は試しということで、ちょっと圧力をかけていきたいなと思います。
じゃあまず煮だれを作っていきますね。まずお水を1リッター。で次、日本酒を200。で、濃い口醤油も200入れます。で、みりんを100入れましょう。で、ざらめを1つかみ、2つかみぐらい入れますか。こんなもん。これで煮だれの完成ですね。そしたら煮だれができたら、穴子の皮目だけ、少し湯引きしましょうか。湯引きして臭みを取っていきます。こっち普通の切り身と、この骨切りした方も試しで煮てみましょうか。どんな感じになるか。熱湯をサバーっと。クリンとなったらこれを氷水に落としていきます。ぬめりはね、出ないですね。綺麗に処理してくれてあります。そしたら先ほど作った煮だれを温めていきます。よし、そしたらザラメが溶けましたら、今日はこの煮ざるを使っていきます。これを沈めて、入るかな？ぴったりかな？あ、入った。ぴったりだ。で、ここに穴子を入れていきます。1、2、3、4、5、6、7。ちょっと重なっちゃいましたけど、まあいいでしょう。よし、これで圧力をかけて煮ていきます。なんでこういう変なザルみたいなやつを沈めたかと言いますと、下からの焦げ付き防止と、やっぱ圧力鍋で煮るとトロットロになるんですよ。で、トロトロになった状態のものを、こういうスプーンとかお玉ですくおうとすると、ドロンと崩れちゃうじゃないですか。なので、出来上がったらこの煮ザルをぐーっと持ち上げるだけで、全部綺麗な状態で救出できると。圧力鍋で煮ザル使うとどうなんだろう。まあ、竹はね、よっぽど溶けないと思うんですけど、まあ、ちょっとそれもね、実験でやってみましょう。蓋をして、高圧にセットして、よし、じゃあこれでね、20分から30分ぐらい圧力をかけて、コトコトと煮ていきたいと思います。それじゃあ30分後に移動。はい、では20分経過しましたので、圧力鍋の中を見ていきましょう。ただ熱々の状態で開けると、ブワーッと吹き出ちゃいますんで、一度冷やして中の圧力が確実になくなった状態で圧力鍋は開けていきましょう。このまま開けちゃうと火傷しちゃいます。一回やってとんでもない思いをしてますので。うわそれはおもろいわ。さあ、でもこの段階でめちゃくちゃいい匂いするんですよ。ちゃんと煮穴子の匂いがします。濡れ布巾とかをかぶしてもいいんですけど、早く開けたい場合はこうやって水かけると、ほら、もう圧力抜けます。これが一番早いですね。よし、じゃあ開けていきますよ。オープン。うわー、めっちゃいい感じじゃないですか。こんな感じに仕上がっております。いいですね。トロットロ。そしたらまな板を用意して、ちょっと傾斜を作っておきます。そしたら煮ざるを持ち上げて、揚げていきます。ほら、もう崩れずに、よいしょ。簡単に取り出すことができます。で、このタレにもうちょっとみりんとかお砂糖を加えて煮詰めていって、煮詰め。詰めですね。甘いタレ。あれを作っていきます。そしたら傾斜を作ったまな板の上に穴子を乗せていきます。うわ、トロトロだな。いや、ちょっとこれ崩れちゃうぞ。もうね、例えて言うんだったら豆腐ぐらい柔らかいです。なんでものすごく優しく扱ってあげないとダメですね。もう持ち上げようとしちゃダメですね。こう転がして手に乗っけていくって感じ。で、今こんなトロトロですけど、多分まな板の上に乗っけといて、熱が取れてくると、少しカチッとしてくると思いますんでね。これめちゃうまそうだわ。大成功の予感がする。よし、こんな感じに冷やしている間に、煮詰めを作っていきます。そしたら、せっかくこんな立派な頭、そして太い骨、これもありますので、この頭とか骨の旨味も爪に入れたいんですよ。なので、頭は一度湯引き、骨は一度素焼きして生臭みを取っていきます。そしたら骨はね、もうしっかり血抜きしてあります。水にさらす必要なさそうです。いやー、これ骨からすげえいい出汁出ると思いますよ。いってらっしゃい。で、骨を焼いてる間に穴子の頭も湯引きしていきます。ほんとちょっと強めに湯引きますか。ほら、だいぶぬめりが出てきますね。特にこの表面の皮のところとこの食道のところですね、ここねすごくぬめりが出ますんで、結構しっかりめに30秒ぐらいお湯の中で泳がしたら氷水にチャポン。はい、こんな感じ。ほら、もうだいぶ汚れ出ましたよね。ほら、こんなに綺麗にゴシゴシとしていきます。。よし、 OK。
はい、焼けました。いい感じ、いい感じ。でちょっとこの腹のところはやめときましょう。これなんでかというと、ちょっと油がすごすぎるんで、ちょっとくどくなりすぎちゃうかなと思うんで、これはやめときます。そしたらまず穴子の骨を入れていきます。そしたらここに日本酒を1杯、お玉1杯、さっと入れます。そしたら先ほどの煮だれですね。これも入れていきます。1杯、2杯、3杯、4杯と。お酒1、煮だれ4でいきました。そしたら火にかけていきます。そしてこれでコトコト30分ほど煮立てて、この骨と頭から穴子の出汁を取っていきたいと思います。はい、ではだいぶ煮詰まってきましたので、頭と骨を取っていきましょう。この頭もこことか肉ついてるんで、つつけるとこありそうですね。はい、そしたらこちら一度こしていきます。リードを1枚かぶせて、でそこに流し込んでいきます。余計な油とカスを落としていくと。あんなたくさん煮だれ入れたんですけど、もう煮詰めるとほんとこんだけです。もうこんだけ。これはポッチです。そしたらこれをさらに煮詰めていくと。でここにお砂糖をだいたい大さじ3ぐらい、だいたい 40g から 50g ぐらい入れますか。これねほんと好みなんですよね。もうちょっと甘めが好きな人はもっと入れてもいいと思います。でみりんも 50cc でお塩を1つまみ。これで混ぜ混ぜして溶かして火にかけていきます。でこれでトロットロになるまで煮詰めていきます。ですげえ焦げやすいんで、もうここね目離しちゃダメですね。こうやって泡がブクブクブクっと出てきました。これがもうね完成が近い合図ですよ。ちゃんとこうやってねしっかり混ぜること、焦げないようにしっかり混ぜると。焦げたら臭みが出ちゃいますんで、もうちょっとだな。で今これ割とサラサラなんですけど、これ冷めると意外とねとろみがすごくつくんですよね。だいぶ煮詰まってきました。こうやって音がねジュク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 っと出てくるぐらいが頃合いですね。はい OK。 はい、これで煮詰めの完成。ちょっと冷やしていきますね。はい、ではだいぶ冷えて固まってきました。ちょっと舐めてみますね。うわー、ちょっとこれ大成功ですね。しっかり穴子の出汁も出てるわ。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。白焼きもせっかくなんで作っておきました。ね、うまそうですよね。そしたら白焼きからいきますか。わさびちょっとつけて、お醤油。わさび醤油でいただきます。醤油につけて、いただきます。おー、まっ。やば。骨ない。やっぱ上手に抜けてるわ。油があって、で、程よく弾力があってね、食べ応え抜群ですね。で、皮目がパリパリでうまい。穴子の風味は多少あるんですけど、似て非なるものですね。穴子ではないな。では、お次、こちらの煮穴子いきましょうか。甘い爪をたっぷり乗っけました。割りますか。割って、この皮のプルプルのところも一緒にいきたいですね。では、こちら、いただきます。うまっ。穴子ですね。ふわふわでジューシー。ほんで意外とね、こう表面が真っ黒なんで、中まで真っ黒かなと思いきや、
中はね、意外と染みてないんですよ。だからこそ、この甘く煮詰めた、この爪を乗っけて食べてあげると。で、この爪がめちゃくちゃうまい。すげえ上手にできた。作るのに手間かかりますけど、これはね、うまい。爪をたっぷりつけて、いただきます。うますぎ。口の中入れた瞬間どっか行きますね。とろってなくなります。自分で作った補正抜いても、これはうまい。はい、ということで今日はこちらの巨大アナゴの煮アナゴと白焼きときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ダイナマ。朝日さんからいっぱいいただくんでね、ダイナマいっぱいあるんで、飲んでいきたいと思います。いただきます。うめえ。ビールと油もん合うね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は3キロアップのマアナゴを使って煮アナゴ作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかったですね。今日上手にできましたね。あれ時期のアナゴでやっても絶対美味しいなと思いました。で、ちょっと実食の時に食べ忘れちゃったんですけど、骨切りしたやつあったじゃないですか。あれ全然骨気にならなかったです。やっぱね、圧力鍋でカッとやることによって、あのサイズのアナゴの太い骨も骨切りしてあったら全く気になりません。で、爪も塗った時は生温かい感じだったんで、ちょっとサラサラっとしてたんですけど、もうキンキンに冷えるとこんな感じで、もうね、もうトロットロっていうかもうネバネバになります。もう砂糖とかみりんがあんだけ入ってるんでね。まあ、爪の柔らかさはお好みって感じですね。すごくいい経験ができました。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。